飯旅。 This program brought to you by Babo and Green. Honkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Nigata Gurume. 13. Death. Let's get it started. 1. Subame. Ko Shu Han 10. 燕三条茶々系を食べずに新潟ラーメンは語れないってね。そうさ、1930年代初頭の屋台から始まり、もう100年近い歴史があるこのラーメン。軽はずみには語れないほどのドラマがこのラーメンの奥にはあるんだろうけど、そうみたいね。歯医者になりかけた2代目がラーメン屋を継いでくれてありがとうだぜ。歯医者になりかけたの？どうして歯医者にならなかったんだろう。他人の口臭が我慢できなかったんだってさ。でもそのおかげでこの美味しいラーメンが食べられるってわけだね。文字通りこれが口臭反転ストーリーさ。いや字が違うでしょ。字が。いやいや、恐るべし衝撃震度5でございますね。元祖ちゃっちゃ系もさることながら、なんちゅうても万中だ。欲しい。ヒューマン。煮込みが衝撃的でしたよ。これヤバうま。もはやビーフシチューだねこれ。下手なレストランのビーフシチューよりうまいぜよ。わかる。これすんごいストマックキャッチャー。胃袋がっちり掴まれちゃった。まさに万中だね。欲しい。ヒューマン。このうどんよりも太いコシの強い極太麺を編み出したのも学生時代科学が得意だった2代目なんだ。粉の配分や乾水の分量を研究し、試行錯誤の末作り上げたものだそうだよ。それが今や新潟のラーメン文化にまでなってるんだぜ。初代2代目とつわもの家系なのね。あの2代目さんって英語で話しかけてきた人よね。私たち外国人に見えたのかな。まあ確かに英語っちゃ英語だけど、あれはツーって人数確認しただけだからね。そっか。それでね、燕三条ちゃっちゃ系といえば玉ねぎトッピングの元祖だろ。そうね、最近増えてきたけど玉ねぎトッピング意外と美味しいよね。私ネギより好き。実はこれ長ネギが高騰した時に代用しただけだったんだぜ、最初は。まさかよ。玉ねぎの方が好評だったから定番になったんだってよ。2. Nagaoka. Ichi. これを食べずに通り過ぎるわけにはいきません。はい。10年ぶりぐらいでしょうかね。焼きあごだしの塩ラーメンで有名な超繁盛店です。開店30分前にはもう大行列になってましたね。ねえ、すごかった。外には煮干しと豚骨を炊く匂いが漂い、食欲をかきたてます。犬か。匂いでそこまでわかるの？今回は女性が調理場を仕切ってましたね。前回来た時はおやっさんだった気がするんですが、30分ほど待って着丼。道中通りかかったラーメンやチンチン亭も猛烈に気になったが、やはりここにしてよかった。あったね、チンチン亭。この辺りはワンタン麺が多いみたいだね。このワンタンは香港で食べたやつより、台北で食べたやつより、日清のワンタン麺よりうまい。当たり前でしょ。新潟って他の土地にない独特な美味しいものあるよね。そうね。歩道もガードレールもセンターラインもないデンジャラスな田んぼ道もね。あれ危ないよね。私は絶対落ちる。3. Nagaoka. Eguchi Dango. 和の雅が素敵なお店だったね。団子屋なのに若い子が多かったね。インスタ映えしそうだもんな。お庭にもみじの木がいっぱい生えてたから、秋もすっごい綺麗なんじゃないかな。ああ、そうだね。秋はもっといい感じだろうね、きっと。このかき氷抹茶濃くっていいわ。山田孝之並みの濃さ。山田隆夫だろ。いや、それ座布団を運ぶ人。お団子も5種類の食べ比べが楽しいね。海苔の団子って初めて食べたぜ。ね、磯辺焼きの焼かないバージョンって感じ？まさにそんな感じだね。定番のあんこやごま、醤油もいいけど、やっぱりよもぎの風味が好きだな、おじさんは。いやー、かき氷もお抹茶も美味しゅうございました。抹茶を立ててもらいつつ味わう和のしつらえ。日常の喧騒を忘れさせてくれる非日常感がたまらないですね。山田隆夫は昔アイドルだったんだぜ。はあ？落語の人じゃないの？
ズートルビっていうアイドルグループのリードボーカルだったのさ。4. Niigata Honshukan。楽しいわ、こういうの。大好き。ペロッペロになるまでやりたいよね、これ。21時で終わりってのは早くなくなくない？我々みたいな飲んだくれやから対策でしょ、きっと。そっか、なるほどね。あっさり納得。入り口で500円払うとメダルを5枚くれるの。日本酒の自動販売機がずらーっと並んでてね、100種類以上あったよ。そうだね。めっちゃ迷っちゃうけど、人気ランキングなんかが貼り出してあったりするから参考にしながらね。銘柄に応じてメダル1枚とか2枚ってね、3枚のもあったね。ワンショット 25cc だからほんと味見程度だけど、5枚で結構酔っちゃった。これは楽しい、いい施設だね。いいよね。こういうのスティーブが喜びそう。スティーブってウコンって言えないカナダ人の？そうそう。スティーブ日本酒好きだもんな。あれ、ウコンって言えなっけ？ウンコンになっちゃうのさ。5. Wuo Numa Soyu no En。せっかくグルメでも紹介されたこの店にゴールデンウィーク真っ盛りに来るという最悪のタイミング。駐車場には大阪、埼玉、関東のナンバーがずらーり。全国からよくいらっしゃいました。開店2時間半前に到着して、なんとか5番目並びをゲット。北海道チームやりました。やりました。やっぱ美味しいわ。これはすごいですね。最近はコンビニのおにぎりも随分と美味しくなりましたけど、レベル違いです。控えめの塩っ気でも美味しいのはやはりお米が美味しいのと炊き加減。食べると具一つ一つが丁寧に入れられているのがわかります。魚沼のコシヒカリうまし。八海山を眺めながら最高の朝食だったね。おかこ餅も美味しかった。よもぎのおはぎって感じかな。赤福の粒あんよもぎバージョンみたいな感じ。いやー、思いがけず尊敬する人に会えてよかった。まあ甘いっこでございます。6. Shibata Bunka Shokdo Ino。 久しぶりのハンバーグ。師匠好きだよね、ハンバーグ。テンション上がるナンバーワンかも。3日ぶりの風呂もかなりテンション上がるけどね。もうやめて、ちゃんと毎日入って。気持ちいいぜ。溜めた後ってのは何でもね。やめなさい。見てみて、このソフトボールみたいな大きさ。マジでけえ。主成分何？筋肉に決まってんでしょ。肉汁ブッシャーのやつ。これ1200円ってすんごいね。びっくりドンキーもびっくりだよね。そういえば、びっくりドンキーは最初ドナルドダックっていう名前だったんだぜ。それって大丈夫なやつか？いつの間にかびっくりドンキーに名前が変わっててびっくりしてたよ。7. Niigata Tonkatsu Taro。昭和初期、新潟市中心部にはお堀が張り巡らされ、お堀沿いに様々な屋台が軒を連ねていたんだそう。とんかつ太郎さんもそんな屋台の一つ。初代の小松道太郎は当時モダンな料理だったカツレツを大胆にも醤油だれにくぐらせてご飯の上に乗せてこの屋台で提供したところ、新潟の人々に受けて今も愛され続ける新潟タレカツ丼になったんだそうよ。へえ、そんなに歴史があるんだね、タレカツ丼には。でもあんまり期待はしてなかったのよね。だってご飯の上にカツでしょ。くどくって食べれないんじゃないかなって正直思ったんだ。だけどカツも薄めだし、醤油だれがさっぱりしてっから食べやすいんだよな。カツ丼のサイズも3枚4枚と1枚単位で選べるからありがたいよね。イメージと違ったね。想像よりはるかに美味しかった。美味しい。これは評判になるのわかる。太郎さんのこの美味しいタレカツ丼が評判になって新潟のタレカツ文化にまでなったんだね。カントリーロードでいうジョンデンバーってところかな。カントリーロードってカントリーローTake me home って耳をすませばのテーマだったやつ。ちょっと音痴でわかんないですけどカーペンターズじゃないの？そうさ、ジョン・デンバーなんだよ。ジョン・デンバーは日本でいうところの南こうせつとかさだまさしみたいな感じかな。いろんなアーティストがカバーしてるけど作詞作曲はジョン・デンバーなのさ。そうなんだ。
音楽の場合はカバーされても作詞作曲者に印税が入る仕組みになってるよね。そうね。でもとんかつ太郎さんのタレカツはカバーされても太郎さんには一銭も入ってこないんだぜ。これ不公平だと思わない？そう言われりゃそうかもしれないけど、そんなこと言ったら食べ物全体がそうじゃない？その通りさ。料理も音楽や出版物と似たようなある意味クリエイターの作品だと思うんだけど、料理は模倣が許される特殊な世界と言ってもいいかもね。マヨネーズの発明者であるスペインのメノルカ・マノンという港町のシェフにもし何らかのロイヤリティが発生していたら、その収入はジョン・デンバーの比じゃないだろうね。なるほど。あーたの発想の飛躍もなかなかね。8. Niigata. Sekitori. 新潟ではクリスマスや特別の日の定番なんだって。市内に関取は3店舗あるんだけど、クリスマスシーズンには本店だけでも1日3000個以上の売り上げを上げるほどの人気なんだぞ。なるほど。それで新潟にはケンタッキーフライドチキンが一軒もないんだね。いやいや、普通に10店舗以上ございます。あた。でも美味しいよね。ローストチキンっぽい味もしてて好きよ、この関取さんのチキン。もっとカレー風味なのかと思いきや、隠し味的なカレーだよね。カレー大好きおじさんにぴったりのクリスマスチキンだよ。ビールに合いそう。だけど、本来ローストチキンといえば七面鳥だよね。ああ、そっか。七面鳥は食べたことないよね。飲んだことしかないな。飲んだの？七面鳥？荒くれ者の 50.5 度のやつをね。いや、それバーボン。9. Niigata. Ramen Jikkon. こちらは燕三条ちゃっちゃ系の進化系ラーメンとでも申しましょうか。千葉で人気のラーメン店でございます。燕三条ちゃっちゃ系といえばややワイルドな印象ですが、こちらはかなり上品な印象のラーメンでございます。すんごいわね、この黒いの。もっさり岩のり。このパパイヤ鈴木はアフロじゃねえわ。岩のりはもっさりだけど決して本命のラーメンを邪魔することなく、いい味変要素になってるんだ。いいねこれ。めっちゃうまいじゃないですか。そしてあの奥から来る謎の柚子、いいですね。出た、奥から柚子。ここだったの、元祖は。どこが元祖なのかは不明だけども、好きだわこの柚子攻撃。食べたい。私も食べたい。次回新潟くんのはいつになっかな。必ず近いうちにまた来るよ。この素晴らしいラーメンをまた食べにね。来る。濃すぎない煮干しの上品な風味が箸を止めさせない素晴らしい一品でした。10. Niigata. La Patisserie Plaisir. かわいい絵本に出てきそうなお店だったね。ケーキに焼き菓子に和菓子？オーナーさんの実家が和菓子屋さんみたい。なるほどね。ここは建物の雰囲気からインテリア、お菓子やパッケージデザインまでいい感じ。あーた本当にアップルパイに目がないわよね。いやいや、アップルパイだけじゃないよ。アップルパイだろ、シナモンロール、シュークリーム、ミルフィーユだって。だってこんな美味しそうなんだもん、買うでしょ。はい、確かに買います。リキュール効いてて大人のアップルパイだね。このシナモンロールなんて最高傑作じゃないですか。ほんと普通と違ってパイ生地なのが好きです。プレジールって楽しみや喜びって意味なんだってよ。店名通りワクワクしちゃったよ。プレジールって名前の店、どっかの町でも行ったことあるな。そんなにありそうな名前ってわけでもなさそうだけど。プレジール、楽しみ喜びね。思い出した、名古屋だ。名古屋のキャバクラだ。11. Murakami. Kaiten Sushi Sei. この回転寿司さんもポテンシャル高かったですね。ほんと中トロ最高のやついただきました。最高の中トロだったね。大もちゃんも美味しいね。全然癖がないの。ほんととろけるうまさだったね。うまい。のどぐろ初体験。予想を超えた美味しさに若干震えております。好きな寿司ネタランキング、いきなり3位にランクインでございます。おー、来たー。ほんともうちびりそうだった。やっぱり私は断然生派。美味しいお魚はやっぱりお寿司に限るわ。そんなにたくさんはいらないから、お寿司で 1,2 貫つまむのがいいわね。のどぐろがここまでうまいとはね。いやー、のどぐろを知らずに生きてきたなんて私ったら。のどぐろは定期的に桑名正宏だね。12.
Niigata. France Kashi Lutetia. はい、出ました。ショーケース宝石箱系。最近のケーキ屋さんは本当に綺麗できらびやかよね。目移りして選べねっさ。ほんとどれも美味しそうで迷っちゃうね。はい、美味しいです。ザッハトルテがもうちびりそうなぐらい美味しい。チョコレート好きにはたまらない濃厚チョコレート。おいおい、やめてくれよ。ちびっちゃうのはおじさんの先輩特許だよ。おじさんはアムールがうまかったな。一瞬ビジュアル系かと思いきやだよ。なんと爽やかなクリームをハートに詰め込んじゃってるのでしょうか。甘すぎなくって美味しい。モンブランも美味しそうだったね。美味しそうだったね。1個1100円だっけ。はい。あの1000円オーバーのモンブランを大人買いできるような大人になりたいわ。いや、もう十分大人ですけど。13. Murakami. Uru Lee. はい、来ました。のどくろ丼。のどぐろ丼でございます。食べたことなかったよね、2人とも。危なく食わずにあの世に行くところだぜ。当分来そうにないけどね、元気すぎて予想のだいぶ上行ったよね。こんなにいい意味で予想を裏切られるのは久しぶりです。はい。お値段はね、安くはないですが。いや、安いよ。この値段なら相場はラウンド2500円ってところじゃないですかね。これは価値ある。1870円。羨ましいわ、新潟ピーポー。こんな美味しいものが身近にあるなんて。うまいうなぎの好敵手だね、こりゃ。寿司でもうまいけど、おじさんはちょいと炙ったこの丼が好きだな。どっちも美味しいけど、私は寿司派。生が好き。そりゃ生はええよ、何事も。Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Yamagata. Gourmet Death. Otanoshimini. See you soon. 我々はね、喋りにも得意じゃないんですけど、はい、歌も得意じゃないですよね。そうですね。割とあんまり上手に歌えないっていう、年に1回ぐらいのペースです。はい。寝言で歌うこれはびっくりしますよ。寝言で歌っていうのを聞いたことがない話でもね。はい、私も知らないです。それがおじさん昔音楽かじってて、ちょっと音にはうるさいんです。そうね、自分は音痴な歌なんでやってね、耳はしっかりしてるんで、チューニングが狂ってる楽器とかすんごいうるさいんですよ。で歌詞とかが歌っても、音を外したりしてんのちょっと気持ち悪いっつって言うんですけど、そうだね。だから自分が歌ったのもグリーンが歌ったのも、いつも音程がしっかりしてないんでダメなんですけど、はい、寝言の時のグリーンだけは音完璧なんですよ。知らない。あれ何を歌ってんのか分かんないけど、すっごい楽しそうに歌いたい、ちゃんと。びっくりしますよ。憑依したかと思いますからね、何かが。